皆さんこんにちは、 KSK です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらの単行本と週刊誌の方を普段私が保管している方法を紹介させていただこうと思います。最近 X の方にもツイートを載せてるんですけど、単行本と週刊誌をクリアポケットにしまうことにだいぶハマっておりまして個人的に結構いい商品が見つかりましたので、そちらを皆さんに紹介していこうと思います。僕は好きな作品は自宅に置いてあるジャジャンのコレクションケースに飾ったりとかはしてるんですけど、せっかく飾るなら綺麗な状態で飾りたいと、いろんなクリアポケット使ってたんですけど、個人的には一番しっくりくるやつが今回見つかりましたので、ぜひ皆さんも好きな作品だったり、この作品は本棚に飾ってあげたいな、でもどうやって綺麗に飾ろうかなっていう時に、今回紹介させていただくクリアポケットを使っていただければ綺麗に保管もできますし、飾ることもできると思いますので、参考にしていただければと思います。では早速こちらの単行本週刊誌のクリアポケット紹介していこうと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。ではまずはこちらの単行本の保管の方法から紹介していこうと思います。こちらのあかね話、先日発売されたばっかりで、アニメートで購入した際はこういったシュリンクがかけられたり、アニメート特典のイラストカードがついてるんですけど、僕はそれぞれ100均で購入してきたクリアポケットにしまって保管をしております。まずこちらの単行本の方にはこちらのクリアポケット英語サイズのテープ付きを使っております。これがですね、結構素材が良くてUV カットとかは入ってはいないと思うんですけど、厚さが50ミクロンあって結構材質がしっかりしてる OPP 袋なので、これはめちゃめちゃいいですね。こちらの忍び事が先ほどのクリアポケットにしまった状態なんですけど、めちゃめちゃ光沢感がある材質で、入れた時にめっちゃ表紙が綺麗に見えるんでおすすめです。裏面には特典のポストカードをしまったりとかはしてるんですけど、こちらを紹介していこうと思います。こちらが今回のクリアポケットの商品になってるんですけど、先ほどもお伝えしたようにめちゃめちゃ光沢感があって、材質もちょっと硬めなんですかね。50ミクロンあるので、前は40ミクロンのやつを使ってたんですけど、10ミクロン下がるだけでペラペラ感が出ちゃうUV カットとかが入ってる方がいいんでしょうけれども、一応僕はジャジャンのコレクションケースの暗所で保管してるので、よっぽどなことがない限り焼けとかはないかなとは思ってるんですけど、まずは最初に漫画をきれいに保管したいっていう方はこれを購入されるのがいいんじゃないのかなと思います。早速この22巻をこちらのクリアポケットにしまっていこうと思います。僕は普段しまう時はこのテープの部分を下にしてあげて、でこれをこのまんま入れます。そうするとテープの留める部分が裏の表紙の方に行くので、あまり気にならないんじゃないのかなと思います。今ですね、こちらの22巻クリアポケットにしまった状態なんですけど、まだ余白がこんな感じで出てきちゃうので、僕はさらにですね、これをまずは背表紙側の方に押し込んであげまして、この余った分を裏の方にしまっていくんですけど、その時に留めるテープがあるんですけど、こちらの商品名は分かりません調べたのでこの辺に画像を載せておきます。このテープで裏面の方を留めたりとかはしてるんですけど、前はセロハンテープで留めてたんですけど、なんか留め跡気になっちゃってたんですよね個人的にこのテープがかなり透明度が高くて、止めた後もそんなに気にならないので、こちらもダイソーで一緒に購入できますので、ぜひ
クリアポケットを購入される際はこちらも一緒に購入していただけるといいんじゃないのかなと思います。この22巻しまってから気づいたんですけど、特典も一緒にこの中にしまわないといけなくてテープで留める予定だったんですけど、留める前に特典の方を紹介させていただきます。ではこちらのアニメートとかメロンブックス、TSUTAYAなどについてる特典の保管方法を紹介させていただきます。昔はファイリングとかでポストカードが入るようなやつにしまったりとかしてたんですけど、こういったコレクション用で取っといてるものに関しては裏表紙のこちらに一緒にしまったりとかはしてたり、今読んでる漫画に関しては透明ブックカバーをつけてできるここのスペースの中にこういった特典を一緒に中にしまってあげたりとかしてます。こちらをしまっていくクリアポケットですが、こちらのポストカード用クリアポケット30枚入りになります。先ほどの単行本のクリアポケットと同じように厚さが50ミクロンあるものになってまして、非常に光沢感があり材質もめちゃめちゃしっかりしてるので、これはいいですね。まずはこの特典をこちらにしまってあげようと思います。先ほどの単行本と同じように僕はテープを下の部分にしてこのまんましまってあげます。こちらの特典しまってあげた後なんですけど、どうでしょうかね。非常に美しいと思います余白がもう完全になくなるぴったりサイズなので、ぜひアニメートとかTSUTAYA、メロンブックス、コミックジンとかで特典を合わせて購入された方はこのクリアポケットは使ってあげてほしいですね。また別でこういったマザーパラサイトとかのゼノンコミックについているイラストペーパーですね。このイラストペーパーだと先ほど使ったクリアポケットのサイズだとしまいきれないサイズになっております。こういったイラストペーパーに使っていくのがこちらのクリアポケット A6 サイズになります。高さがこちらが 150mm、 右側が 148mm でほぼ変わりはないんですけど、横幅がこちらが 102mm で A6 サイズが 108mm になっておりますので、こうやって重ねてあげると分かりやすいと思うんですけど、この出ちゃってる分ですねこの分が A6 サイズの 108mm だとぴったりしまえるようになっておりますので、イラストペーパーがついてる作品、マガジンだとシャングリラフロンティアとか結構多いなと思うのは、ゼノンコミックはイラストペーパーが非常に多いので、その際はこちらの A6 サイズを使っていただけるといいと思います。改めてですが、こちらのカラーイラストカードですね。こちらはポストカード用のクリアポケット30枚入り、右側のイラストペーパーにはクリアポケットの A6 サイズを使っていただけるといいと思います。他にもゲーマーズで購入した際についてる特典のミニ色紙やちっちゃいフレークシールとかの特典がついてるやつはこちらのレギュラーサイズ用クリアポケットを使ったりとかはしてるんですけど、特典しまうやつはサイズがいろいろありすぎてメインで使うことが多いのはこちらの2種類になると思いますので、ぜひ特典をきれいに保管されたい方はこの2種類押さえていただければなと思います。ではこちらの茜話を先ほどのクリアポケットにしまっていこうと思います。先ほどの特典を裏面の方にしまっていったので、この余白分を裏に畳んでテープ止めしていこうと思います。このテープすげえいいなって思うんですけど、唯一のデメリットがとんでもないぐらい指紋がつくんですよ伝わるかどうかわからないんですけど、今この先端の部分を触ったんですけど、こういった感じで指紋がついちゃうので、ここだけですかね、唯一気に食わないのは。まあ自分の指紋なんですけどまずは最初に切ったこのテープを僕はこの背拍子の部分ですね、ここを折りまして、
こっち側に折りたたんであげます。同じように下側の部分も点の部分と同じようにまずは右側の背拍子側の方をですね留めてあげます。で余ってる余白側の方をまずは真ん中からですね留めてあげて、で僕この指紋がめっちゃ気になるので触っちゃった部分は切って留めてます。ピントがズレズレで分からなかったと思うんですけど、今指紋で触ってた部分を切ってあげるとどの角度から見ても指紋が気にならなくなるので、裏表紙を留める際は指紋で触っちゃった部分は切っていただけるのがいいのかなとは思います。同じように残りの部分も留めていきます。どうですかね。テープ跡あんまり気になんないんじゃないのかなと思います。指紋のね部分もまあ気にしなくていいんだったらいいのかなとは思うんですけど個人的にはどうしても指紋が気になっちゃってたので、指紋の部分は切り落としてテープで留めてあげると本当にどの角度から見ても指紋は気にならなくなると思いますので、是非こういった留め方をしていただければより綺麗に裏面のイラストカードとかも見れるんじゃないのかなと思います。本当は UV カットが入ってるアクリルケースだったりクリアポケットを使ってあげた方がいいとは思うんですけど、どうしても単価が高くなっちゃうので100均のクリアポケットでも十分なほど綺麗に保管はできると思いますので、是非単行本で綺麗に保管をしたいとか特典も汚したくないという方は是非先ほどまでにお伝えをさせていただきましたクリアポケットを使っていただけるといいと思います。最後に個人的に収集にハマっております週刊少年ジャンプのクリアポケットを紹介させていただきます。こちらが週刊少年ジャンプになるんですけど、左側が100均のクリアポケットにしまった状態、右側がマンダラケさんで購入した時の状態になってます。このあかね話もマンダラケで購入した時の状態のまんまで飾っていたんですけど、マンダラケで購入した際のこのクリアポケットも全然悪いものではないんですけど、こういったクリアポケットに傷とかが入っちゃってるので、これはねやっぱり許せない今回こちらで使っていくクリアポケットがこちらのクリアポケット A4 サイズの12枚入りになります。これめちゃめちゃいいです週刊の方も UV カットが入ってるクリアケースがあったりとかするんですけど、高いんですよね。どうしても本当は自分もクリアケースは買いたいところなんですけど、そこにお金を回すんだったら一冊でも多くの漫画が買いたいこちらも先ほどの単行本と同じように厚さが50ミクロンありますので、材質がしっかりしてて非常に光沢感のあるものになってます。ではこちらのあかね話を早速クリアポケットにしまっていこうと思います。マンダラケさんすいません、ハサミを入れさせていただきます。ではこちらのクリアポケットにしまってまいります。しまい方は先ほどの単行本と全く同じですいかがでしょうか。今このあかね話の新連載号を100均のクリアポケットにしまっていったんですけど、めちゃめちゃ綺麗じゃないでしょうかね先ほど気になってた裏面のビニールの傷とかも気にならなくなったんじゃないのかなと思います。こちらも単行本と同じようにこの余白が気になりますので、背拍子側にずらして左側にできた余白をテープで留めていこうと思います。はい、
ではこちらの新連最後クリアポケットにしまい終わったんですが、どうでしょうかね。非常に光沢感が出て美しい仕上がりになってるんじゃないのかなと思います。折り返しの背拍子の部分も指紋がついちゃってる部分は全部切り落としてるので、まあ気にならないんじゃないのかなとは思います。ぜひこういった新連載号を集めてて好きな作品と一緒に飾って並べたいという方は、今回紹介させていただきましたこちらのクリアポケット A4 サイズを使っていただけると非常に綺麗な状態で飾ることができると思いますので、使っていただければなと思います。こちらの綺麗にクリアポケットにしまえた忍び事と茜話は、私のジャジャンのコレクションケースで素敵にディスプレイさせていただこうと思います。以上が今回こちらの単行本と週刊誌の保管する際に使っていくクリアポケットの紹介動画になります。こちらが先ほど紹介していった茜話の22巻と週刊誌の方になるんですけど、やっぱりめちゃめちゃ綺麗だと思います。動画内でもお伝えはしたんですけど、本当は UV カットが入ってるアクリルケースだったりとかクリアパックを使っていただくのが一番日焼け対策にもなりますし、本当に綺麗な状態で保管できると思うんですけど、個人的には今回100均のダイソーで購入していったクリアポケットでも UV 対策はできないんですけど、むき出しで飾るよりは綺麗な状態で保管できると思いますので、ぜひご興味のある方は100均のダイソーでクリアポケット購入していただければなと思います。こんだけ綺麗になるとずっと見てられるんですけど、これだけでお酒が飲めるんですよね。こちらの茜話は自宅のジャジャンのコレクションケースに飾っていこうと思います。それとですね、先週私が X でここ最近高騰してる初版についてツイートをしたんですけど、まずは今回のツイートで不快な思いをしてしまった視聴者の方だったりツイートを見た方々、私の乱暴な物言いで大変申し訳ございませんでした。私も一漫画好きとして初版を購入したりとかはしてるんですけど、ここ数日私の元にナルトとかワンピースの初版を買い取りさせてくださいっていう DM が何通か来てて、個人的には売るつもりもないですし、そのやり取りにちょっとイラついているところに、今回駿河屋新宿店さんのツイートを見て、なんだよ店舗も初版の買い取り始めたのかよみたいな、それを見てあんな乱暴な書き方をしてしまって、転売ヤーは好きではないんですけど、背取りって言われる職業としてされてる方々を否定するつもりは全くなくて、背ドラって言われる方々はブックオフでの初版の見つけ方だったり随時初版の動向をチェックされている方々なので、僕も参考にさせていただいてるんですね。ただ僕の今回載せたツイートでその方々にも否定をするような、悪って思わせるような書き方をしてしまったのは本当に申し訳なかったなと思います。もしかしたら動画を見ていただいている方々で僕のツイートを見て、こいつこんな書き方すんのかよとかって思われた方もいらっしゃると思いますので、その点に関しては本当に猛省しておりますので、ご不快な点を与えてしまったことを大変申し訳なく思っております。今回の件は自分の知見の狭さと良くない書き方をしてしまったのが本当に恥ずべき点だなと思っておりますので、逆にいろんな方から忌憚なき意見もいただきましたので大変勉強になりました。気をつけてはいるんですけれども、もしかしたらまたどこかで自分が発する言葉だったり行動が皆様に不快な点を与えてしまうかもしれないんですけど、その時はコメントとかで随時書いていただければなと思います。これからも一漫画好き初版好きとして楽しく初版集めをしながら皆さんに初版の素晴らしさを伝えていければなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ぜひ今回の単行本週刊誌を保管するクリアポケットの紹介動画参考になりましたら高評価と、初版好きの方、初版沼にハマっている方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。